こんにちは。お元気ですか？今日は7月22日の火曜日です。夏真っ盛りになりましたね。家の外はね、セミの声がジージーとかミン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 っていうのがすごく聞こえてきて、セミめっちゃ鳴いてるなーなんて思いながらね、朝目が覚めた時とかもね、結構早朝じゃないんでね、早朝でも鳴いてんのかな。セミ何時から鳴いてんですかね。あれ、夜は泣いてないですよね、多分。なんかセミ鳴いてるなーなんて思いつつ、あの普通に考えたら結構セミってうるさいよなと思って、人間ってこうセミのこの鳴き声とかかなりうるさいはずなのに、もうそういうのも慣れちゃうもんなんだなと思って、その人間の慣れってすごいなーなんてなんとなく思ったりとかしてました。普通に考えたらかなりうるさいですよね。それが日中とかずっと続いてるなんて、めっちゃストレスになってもいいはずなのに、夏になったらセミがミンミンとかジージーとかずっと鳴いてるのなんて当たり前だと思ってるので、別にストレスでも何でもないってなってますよね。なんかふと東京にいた時ってセミ鳴いてたっけとか思ったりとかして、つまりそれくらいね、日常的に泣いてるか泣いてないかのね、そういうのが分かんなくなるくらいもう当たり前に聞いちゃってて、もう慣れちゃってるもんなんだなぁなんて思ったりしました。どうだったろう、東京にいた時はなんてこう思い出してる時は、駅前とかの街路樹とかの横を歩いてる時は、セミミンミン言ってるなーなんていう、そういう記憶が思い出しましたけれども、家にいる時とかはね、周りに木とかが、たまに1本とかはあったかもしれないですけど、基本的にはなかったので、やっぱりセミ鳴いてなかったかもなーなんて思ったりとかしてました。とにかくね、人間の慣れってすごいなーなんてふと思ったりしましたね。もう本当に毎日暑くて夏真っ盛りなんですけども、冷蔵庫とかがね、夏場とかだと冷蔵庫の側面とかめっちゃ熱くなったりして、この冷蔵庫大丈夫かなとか思って、この夏の暑い盛りに壊れてしまったりとかしたらめっちゃ困るから、壊れるんだったら秋とかね、そういう季節にしてくれとか思ったりとかしてるんですけどもね。冷蔵庫と洗濯機とかがね、若干ちょっと音がするなとか思い出してから、もう半年ぐらいは経ってると思うんですけど、意外とね壊れたりしてないですね。洗濯機とかも一度ちょっと大きい音鳴り出したなと思ったら、最近また鳴らなくなったりとかしたし、何なのかな。でも頑張ってくれてて嬉しいですね。できることなら壊れるまで長持ちしてほしいなと、壊れるまでは使いたいなと思ってるんでね。あのそんなことを思ったりとかしてました。なんだろう、最近あと、そうだな、夏だからね、冷やし中華食べたいなとか思った時とかもあって、ただスーパーにねちょうどいいきゅうりが売ってなくて、ちょっと冷やし中華はやめようとか思ったりとかね、ちょうどいいきゅうりが今度売ってたら冷やし中華作ろうかななんて思ったりとかしてます。ちょうどいいきゅうりっていうかね、私の好みのきゅうりっていう意味なんですけれども、私きゅうりはね、あのちっちゃくて細いきゅうりが好きなんですよ。あのなんだろう、こう製品としてこう、ちょっと細めでちっちゃいのが売ってるのもあるんですけれども、東京にいた時とかはそういう種類のきゅうりなのかな、それをよく買ってたんですけども、今地方の方に引っ越してきたら、結構地元産の野菜を売ってるのが多くて、そうするとね、種類的になのかな、そういうちっちゃめのきゅうりは売ってなくって、代わりにあの多分こう成長過程でこう曲がっちゃったやつを間引きする感じで、ちっちゃいうちに取っちゃうみたいな、あのそういうちっちゃくて曲がったきゅうりの詰め合わせみたいな袋が若干安く売ってるみたいのがあったりとかするんで、結構ねそれを
好んで買ってたんですよ。私あんまり太いきゅうり本当に好きじゃなくって、ちっちゃいきゅうりが美味しいしちょっと安くなってるしちょうどいいなと思ってそれ買ってたんですけども、最近はねそのちっちゃいきゅうりがなかなか売ってなくってって、もしかしたら早い時間に行けば売ってんのかもしれないですけど、だからここ最近数日ちょっときゅうりを買ってないっていう感じになってます。なんかね別に値段の問題じゃなくてね、あんまり太いきゅうり好きじゃないんですよ。なので味的にもね、だから細めのきゅうりがあれば若干お値段が、まあ高いってほどじゃないですけどね、きゅうりなんで普通の値段してても買いたいなとは思ってて、なのでいいきゅうりに巡り合えたら今度冷やし中華食べようかななんて、ちょっとそこが最近のルンルン気分というかね、ウキウキ要素の日常生活の中の冷やし中華タイミングが来たら嬉しいなっていうのが最近のルンルンポイントですかね。なんかすごいしょぼい話しかしてないんですけど、毎日家とスーパーしか行ってなくて誰とも人間に会ってないっていう生活ですので、あとねたまにカレーも食べたくなるんですけども、なんか最近気づいたんですけど、私そんなにカレーが好きじゃないっていうことに気がついて、いや好きは好きなんですけど美味しく作れたカレーのみ好きっていう感じですね。で市販の固形のブロックのルーがあんまり好きじゃないかもっていうことに気がついて、こうちょっとこうフレーク状になってるやつを買ったりとかしてるんですけども、それでもちょっと微妙、なんか多分作り方にもよるんでしょうけど、今度はカレーパウダーで作ってみようっていう思ってますね。今の市販のフレークのルーが使い終わったらちょっとなかなか使い終わんないとは思うんですけど、冷蔵庫にしっかり密封して入れてるんですけどね、パウダーのルーを使ってみようかなって思ってます。SB とかの昔からあるカンカンのやつとかじゃなくって、でもこれも SB か、なんか普通の袋、パウチの袋とかに入ってるカレールーをサラサラってかけるだけで終わるパウダー状のルーも売ってるみたいなんで、YouTube のショートでなんかカレー日記みたいので出てきたので、めっちゃカレー食べてる日記がいつもパウダーの使ってたんで、あれこれいいなと思って、でスーパーでよーく観察したら売ってたんでね、次はそのルーを買ってみようかなって思いますね。若干固形のルーとかよりは割高なんですけども、そもそもねそんなにちょくちょくカレー食べないんで、割高でも全然そう考えると高くないんでね、今度はそのカレーのルーを買ってみようかななんて思ってます。なんかカレーといえば、今カレーってお皿に盛る時に半分ご飯を盛って、そのもう半分をカレールーを入れるっていうスタイルが一般的だと思いますけれども、どうなんでしょう、昔からそうだったんですかね。なんとなくふと思い出したんですけども、私が子どもの頃、だいたいねいつからだろう、小学校の幼稚園くらいまでかなは、うちではカレーはね、ご飯を平らに引いてその上にぶっかけるスタイルというかね、半々に分けずに上にかけるスタイルでカレーを食べてたんですよ。でもある時からうちの母親がご飯とカレールーをこう今の一般的なスタイル半々に盛るようになって、っていうのもおそらくコマーシャルとかでのカレーの CM でこのご飯とルーを半々に盛るっていうのを見てそのスタイルにしたと思うんですけども、そのスタイルになった時に私子供の時にすごいハイカラだなみたいなことを思ったんですよ。ハイカラっていう言葉はもちろん子供なんで知らんかったですけども、気分的にはなんかこうハイカラな感じになったなっていうのを思ったって記憶があります。幼稚園かもしくは小学校1年生とかね、それくらいだったと思うんですけれども、なんか結構うちはなんていうのかな、ちょっと時代錯誤って言ったら言い過ぎなんですけども、そんなにこうちょっと昔ながらのというか、そんな最先端な情報を取り入れるようなねうちじゃなかったのでカレーのかけ方で最先端も何もあったもんじゃないんですけども、ただ結構昔はもしかしたらご飯の上にこうかけるっていうのが一般的だっ
ったんじゃないのかなって思いますね。そのカレーライスというものが日本に入ってきて、いわゆる洋食文化が入ってきた頃ですよね、戦後とかのね。その頃はもしかしたら上にかけるのが一般的っていう時代があったのかもしれないですね。あのもしかしたらうちの家がたまたま上にかけるスタイルだったのかもしれないですけど、でも今ね、世の中的に多分カレーどこの家庭でも上にかけるスタイルって言ったら多分ないと思うので、日本中どの家庭でも普通に半々に盛り付けるのが一般的だと思うんですよ。そうそう、だからそんなのを思い出したりとかしてましたね。ちょっと昔あるあるみたいな話になって、さらにちょうど思い出したことがあったんですけども、おにぎりを作る時に海苔を巻くじゃないですか。それでね、なんか私イラストのおにぎりとかね、こうなんかの絵を見た時に、おにぎりの海苔がこう全部に巻いてなくって、この下の方にちょっとだけこうなんていうの、巻く、こう下だけこう巻くような感じのスタイルあるじゃないですか。だから上の方は白いおにぎりの白いご飯のままでっていうのが、おにぎりの絵って大体そう描くじゃないですか。でも実際的に今おにぎり作ったよってなると、海苔をもう全部巻くじゃないですか。白いご飯が見えないぐらいに、手作りおにぎりとかでもコンビニのおにぎりとかでも海苔もう全部黒一色になっちゃうくらい巻くじゃないですか。でもイラストのおにぎりって絶対こう下の方だけこう巻いてる感じで描くわけですけれども、でも私が子供の頃そのスタイルで実際に海苔使ってたんですよ。だから全部巻くスタイルじゃなくて、下の方だけおにぎりをこの本当イラストみたいに巻く感じでこう作ってたんですよね。でなんかそれで思い出したのが、なんか小学校何年生だろう、あれ3年生くらいかな、多分一緒にいた友達のこのビジョンを思い出すと、同じクラスだって同じ班になってるってことは、あの子が一緒のクラスだから多分3年生ぐらい、小学校3年生ぐらいの時に遠足でどっか行った時に、このご飯を食べる時にね、こうおにぎりをみんな出すじゃないですか。でその時おにぎりが他の子のおにぎりを見て、あれって思った記憶があるんですよ。っていうのも、この丸っぽいおにぎり、普通のおにぎりに全部海苔が隠れるくらい真っ黒におにぎりを巻いてる子とかがいて、へーって思った記憶があるんですね。だから私からすると常識的におにぎりって本当に今のイラストみたいに下の方にちょっと持ちやすいようにじゃないけど、こう海苔を巻くのが普通だと思ってたんだけど、横に座ってる子のおにぎりが真っ黒になるくらい海苔が巻かれてたんで、へーって思った記憶があるんですね。そうそう、だから多分ね、その頃からだんだんとおにぎり全部巻くっていうのは普通になってたと思うんですけれども、そうそう、だから私が小学校の低学年とかの頃までは、私のうちのおにぎりの記憶しかないですけど、下しか巻いてなくて、で小3くらいの時に他の子のおにぎりが全部巻かれてるのを見て、へーって思ったっていう記憶があるんですね。でなんかそれでふとその記憶を思い出して、おにぎりが昔はこうやって全部巻かれてなかったのをなんとなくネットでググってみたんですけれども、やっぱり昔はね、海苔が結構高級品だったっていうのもあってね、海苔をねそんなに全面に巻かずにっていうのが普通だったみたいなのが書いてありましたね。それがどこまで本当なんかどうかわかんないですけど、でも確かに海苔が昔はちょっと高級品だったっていうのはね、ちょっとわかる気がしますね。そうそう、だからそういうね、本当にちょっとした変化もね、記憶を思い返してみるとね、ちょっと面白いななんて思ったりとかしますね。昔はイラストのおにぎりみたいにね、海苔を下の方にしか敷くっていうのかな、巻いてなかったっていうのがねあったりとかしますね。なんかね、私の子供時代ってね、昭和なのでね、そういうのを思い出すとね、ちょっと面白いなって思っちゃったりするんですよ。遠足の時とかだとね、この
水筒をみんな斜め掛けにして持ってったりとかしますけどね。あ、そっか、今の水筒って斜め掛けっていうか、なんだろ斜め掛けにするその紐みたいのついてないですよね、普通に魔法瓶で。そうそう、魔法瓶っていうのもね、私が小学生ぐらいの時に出てきましたけど、私が幼稚園の時はまだ魔法瓶っていうのがそんなに一般的じゃなかったかもしれないですね。魔法瓶ってこのあったかいものはあったかく、冷たいものはずっと冷たくっていう風にしていられる、今の水筒からしたら当たり前のものなんですけども、昔はその魔法瓶ではなかったりとかしたんですよね。で、今思い返しても好きだったのは、その斜め掛けにしてる水筒、このちょっとしたポシェットみたいで可愛いですよね。でその水筒もね、子供のものだったらキャラクターの絵とかがついてますけども、大人の水筒とかでもね、結構こうタータンチェックみたいなね、ちょっと可愛い柄とかがあって、その大人の女の人が使うような水筒とかでもね、その水筒のこの蓋の部分がこのコーヒーカップみたいに取っ手がついてて、それをこうくるくるくるって蓋を回して取ると本当にコーヒーカップみたいな感じで、それにみんなでこう水筒でね、お茶をこうパッこう注いで飲んで、でだいたいその蓋の内側にもう一個柔らかいプラスチックのカップみたいのが二重にこうついてるのが普通で、この白い乳白色みたいなさ、この安っぽいプラスチックのカップがついてて、それを誰かこう一緒に来た人とかに渡して、私のこの飲み物も飲んでみてよみたいな、今回紅茶入れてきたんだとか、麦茶に砂糖入れたの入れてきたんだとか言って、だから自分が持ってきた飲み物を一緒に来た人にあげることができるっていうね、この自分は取っ手のついた一番外側のカップで飲んで、内側についてるこの白いプラスチックのカップで隣の子とかにあげて、私のも飲んでみてみたいな感じでこう渡したりとか、それは家族間とかでもねあったと思うんですよね。だから水筒1個持っていけばそのコップが2つになるっていうね、そういう懐かしいのを思い出したりとかしてました。何の話だってか、なんかね、ごめんなさい、なんか最近私の動画がどうしてもね、昔を思い出すあるあるみたいのになってしまうんですけど、毎日ね何も変化がないのでなんかね、そういう話になっちゃうんですよね。最近そうですね、夏で暑いのでちょっとこれ気をつけなきゃなって思ったことと言ったら、やっぱ夏はね、食中毒とか気をつけなきゃじゃないですか。で私、去年とかかな、麦茶とかは雑菌が繁殖しやすいから、水出しのパックは早く取った方がいいとかね、そういうことも喋った記憶あるんですけども、あとこう麦茶とかを入れるときは水で入れた方が麦茶が悪くなりにくいとかね、お湯で入れると結局そのお湯で入れた後にこの温度が下がってくる時に一番雑菌が繁殖しやすい温度なので、長持ちさせるんだったら水で入れた水出しの方が食中毒とかはなりにくいし、お湯でこう麦茶を作ったんだったらなるべく急速に冷やす必要があるとかね、そういう話をした記憶があるんですけども、それに加えてそういえばじゃないけど、ふと最近思ったのは、私もね一人暮らしなんでめんどくさいから、こう麦茶をやかんで煮出したりとか、そんなめんどくさいことはせずにね、こう水出しの麦茶をね、パックをねこうパッと入れて水注ぐだけでできるっていう簡単なのを作ってるんですけども、最近そうだ、これも気をつけなきゃな、食中毒でって思ったのは、電気ポットとかでお湯を沸かしてね、ちょっとスープとか、もしくはちょっとあったかい何か飲み物とかをなんかする時、こうお湯をこう使って、でお湯が使い切らなかったら結構そのまま放置しちゃってたことがあるんですよ。でも夏場とかはね、こう一回沸騰したお湯っていうのは、この雑菌とかがさっきの麦茶の例で言うと
こう冷める時に雑菌が繁殖しやすいっていうのもあるので、一度沸騰した後にこの常温に戻った水っていうのはこの食中毒とかね、そういう観点で危険なので、そういうのをあまり置かない方がいいなと思って、お湯とか余ったらすぐ捨てるようにっていうのをね、最近するようにしてましたね。この冷める過程の温度が一番雑菌が繁殖しやすい温度っていうのもあるんですけども、結局一回沸騰させてしまうと、水道水ってね、塩素とかが入ってるから雑菌が繁殖しにくいっていうのもあるじゃないですか。でも沸騰一度しちゃうとね、結局塩素がだいぶ除去されちゃうので、その塩素がなくなったこの水っていうのは、そういう観点からもう雑菌が繁殖しやすいわけで、冷めてる過程で繁殖しやすい塩素が除去されてるから雑菌繁殖されやすいっていう二重のあれがあるので、夏場はね、特にこの一回こう沸騰して冷めた水っていうのはなるべく早く飲んじゃうとか使っちゃうならいいけど、それをそのままにしといてっていうのは危ないなっていう気がしましたね。そんなことを思ったりとかしておりましたということで、そうだな、明日あたりもしかしたら今月1回は行こうと思ってるカフェにね、行くかもしれません。ちょっとね、今日で毎日頑張ってるこの仕事タスクがね、ここまで絶対にやるぞっていうのがちょっと一段落したっていうのもあるので、ちょっと休憩したいなっていうのもあって、この仕事もね、今自分で今年からはね、完璧に個人事業主としてね、個人事業主の届け出も出してるんでやってるわけなんですけれども、毎月ね、生活費をどうにかカバーするくらいのね金額しか稼げてないし、その金額すらね、このまま継続して稼げるかどうかわからないので、いろいろ収入の幅というかお金の稼ぎ方っていうのをどんどん自分で考えていかなきゃならないなっていうのをね、一応なんて言うんだろう、今一応稼ぎ方の一つとしてこれをやろうって決めたやつをある程度量をこなしてっていうのに追われてしまってて、そこからこう脳死というかね、同じことの繰り返しばっかしてて、アイディアをどんどんこう出していかないと自利品になってしまうっていうのもあるので、この違う方面からの稼ぎ方っていうのもしっかり考えて、そっちのトライアンドエラーもやっていかないといけないなっていうのは思ってるんですよね。やっぱり雇われずに収入を得るっていうのをもうずっと前からしたいなって思ってたのが、今本当に本当ベイビーステップの本当のステップの一歩がでも達成できたっていうのは偉いと思ってるんで、その01って難しいじゃないですか。なので私としてはその会社員である程度いいお給料をもらうよりも、この自分だけで収入をちょっとでも得てる今の方がちょっと自分的にはやったねっていう気持ちは大きいので、それをどうにか継続させていくためにね、ちょっといろいろあれこれこの収入の入り口というのをね探していきたいなっていうのは思ってますね。である程度安定してその収入が得られるようになったりとか、もしくは一つの方法じゃなくて複数の方法で収入が得られるようになったら、そういろんな意味で安定すると思いますし、そしたらね、今住んでるところからまたちょっと引っ越したいなっていう気持ちが出てきたんですよ。今住んでるところは全然嫌いじゃないし、とてもいいところだしなんですけれども、単純にね、私が結構放浪癖があるというかね行ったことないとこ行ってみたいとかね、住んだことないとこ住んでみたいみたいなねタイプなので、生きてる間にねいろいろ転々としてみたいなっていう気持ちがあります。そんな感じで、そんなことをちょっと考えたっていう感じですねはい。
そんな感じで今回は締まりがないんですけど、食中毒にもならずに風邪もひかずに今日も元気で生きてますっていうことで、はい、それではまた。